こんにちは、加藤旅具店です。旅具店のインドネシアスラウェシ島探検の第2弾、いよいよスタートです。前回トギアン諸島を離れアンパナという町に到着した旅具店とピーターさん。今回はここアンパナをスタートして丘と港の町ルウックや美しいペレン島を訪れます。ペレン島ではなんと世界一青いと言われるパイスポック湖にも行ってきました。この湖、旅具店が人生で見てきたどんな湖にも似てないとにかく青い、言葉を失う絶景でした。ぜひお楽しみに。そしてこの旅は絶景だけじゃありません。何気ない日常や明るいスラウェシの人々の暮らしがよくわかる、そんな旅でもあります。さあ今回もディープなスラウェシを感じてください。赤道直下常夏の島での貧乏旅、最後まで見ればきっとあなたも旅をした気分になるはず。さてトギアン諸島で海とジャングルを満喫した我々、アンパナでは特に何をするでもなく、もりもりご飯を食べて昼寝して次の数日の旅の計画を立ててました。でこの日、宿のオーナーに手配してもらった乗り合いスタイルの車で約230キロ離れたルウックへ移動します。旅具店たちの他に3人のお客さんが乗っていて、料金は日本円で2000円ぐらい、約7時間の旅です。ここルウックは人口約8万人。ここもまた住民の大多数がイスラム教徒です。丘と港の景色が美しい町で、番外諸島への玄関口としての役割も果たしている港町なんだけど、明日はねスクーターを借りて町の近くの滝に遊びに行こうと思ってます。やっほー、今滝に向かってます。っていうか聞いてくれよ、昨日トラブルがあって滝に行けなかった。旅具店結構怒っている。実はね、前回ゴロンタロでバイク借りた時なかなか見つからなくて、探すのに丸2日ぐらいかかったのよ。今回はその反省を生かして事前にこっちのレンタル会社とやり取りしてたんだけど、昨日約束の時間になっても来ない、電話も出ない、メッセージも既読にならない。すっぽかされた。そんな業者は諦めて手分けしていろいろ調べてみるんだけど、代わりのバイクが見つからない。ホテルのフロントに聞いてもモーターバイクノーって一言言ったっきり助けてくれる気配もない。ルウックって街からそんなに遠くないところにこういう綺麗な滝がいっぱいあって、旅具店はねそこに行くのを楽しみにしてたの。だから事前に手配してたのに、悔しい。しかし指くわえて待っててもしょうがない、どうにかする。ダメ元で Facebook でルウックのコミュニティを探して、そこでね事情を説明して、バイクを貸してくれる方探していますっていう投稿をしたら、どんどん来る助けを申し出る連絡で、ついに親切な地元の方からねバイクを借りることができました。まさかの借りたバイクがめちゃくちゃパーティーバイクです。そしてワンピースです。そしてハートマークしてるの、ハートマーク、はい、おまわりさんのヘルメット付きです。はい、そうだね。バイクを貸してくださった方、地元の警察官だそうで、こんなん借りちゃっていいんかと思ったけど、がっつりインドネシア警察のマークが入ったヘルメットです。行こうか、レッツゴー。いやバイクを借りた時点でもう夕方だったから、昨日は滝は諦めて代わりに高台へ夜景を見に行きました。で
かげさまで今日滝に向かってるわけです。目指す滝はモコカワっていう滝かルマランっていう滝なんだけど、今回もナビはほぼ役立たず、携帯は圏外。人に聞きつつ直感を信じつつ進みます。急に道が開けて駐車場が着いたのかなと思ってその辺にいた人に聞いたら、ここはピアラの滝っていうまた別の滝なんだって。まあせっかくだし行ってみよう。Oh, nice. 特に期待はしてなかったんだけど、すごい綺麗。地元の方もいっぱいいて、みんな涼んでる。2人で写真撮ったりのんびりしてたら、見てこれね、いつものことなんだけど、白人のピーターさん、現地の言葉でブレーってね、外人って意味なんだけど、どこ行ってもブレー、フォトフォトって言われて大人気。この人なんかちゃっかり腕とか回そうとしちゃって遠慮なしだよ水が透明だ水が透明だ。Water. 透明 clear like a skeleton。 Yeah, yeah. 寒いね。寒いね。あー、冷たいね。冷たい。うん、寒いね。思ってた以上に水が冷たくて、この常夏のスラウェシで最高のアクティビティ。あー、気持ちよかった。お腹減ったし、一回町へ帰ろう。あんまり空いてるワルンがなかったけど、ピーターはミーゴレンとかき揚げとご飯、タビグテンはイカとご飯。道端にポイって置かれたキャンプテーブルみたいなとこを使わせてもらっていただきます。ワルンのおばちゃんにサヤティダスカマカナンペダスって言って、おばちゃんノペダスノペダスって言ってたんだけど、結構辛いよおばちゃん。美味しいんだけどねさて、今日は昨日たどり着けなかったルマランの滝にリベンジ。写真見る限り絶景なんだけど、まあいつも通りナビは当てにならないし、そもそもピンの位置が合ってるかもわかんないし、携帯は圏外。昨日見たピアラの滝の横を走る道をもっと奥まで行ってみるか、街から伸びてるこっちの道を行ってこの辺にバイクを置いて歩いてみようかとか、まあ作戦をいろいろ練って出発。たどり着けるかな。行き止まりか。結構いいとこまで来てるはずなんだけど、ちょっとダメそうだから、さっき通り過ぎたお宅になんだか人がいっぱいいたから、ここまで戻って聞いてみることに。行ってみたら何やら陽気なお兄さんがいっぱい。彼らはね、トゥトゥルガアドベンチャーっていうルブックのマウンテンバイクチームで、たまたまこの辺まで遊びに来てたみたい。滝を探してるんですけどって言ったら、そんなことよりスイカ食べにおいでって言われてよく冷えたスイカとかジュース振る舞ってくださいました。でチームの中の2人がね、滝まで連れてってあげるって言ってくれて、炎天下の中一緒に歩いてくれました。これで滝に行けると思って喜んでたら、あら、行き止まり。同じとこ行ったり来たり、結局4人で迷子になったなんでLet's go。 1時間ぐらい藪の中さまよってたんだけど、ついに見つけたっぽいね。さっきまでただ藪こぐだけだったんだけど、これは川の方に降りれそうな気配。Yeah!
バグース。準備はいいですか？これが我々が探していたルマランの滝です。いやー嬉しい。すっごい迫力。滝壺行ってみよう。この滝壺に洞窟があるんだよ。ちょうどいいところに岩があって洞窟の中から滝が眺められたんだけど、最高。こんな景色が見れたのもこの2人のおかげ。本当にありがとう。夜ご飯はピーターの大好きなイカンゴレン、魚の丸揚げです。明日は移動だからね、しっかり食べて早く休もう。It's one of the best fish I've eaten. 今日はこれからボートに乗ってペレン島に渡ります。パイスポック湖っていう湖がお目当て。たまたま SNS で見たんだけど、あれが本当なら尋常じゃない景色なんだよな。今いるルウックはここ。これがペレン島。ルウックからペレン島に渡ろうと思うとレメレメかサラカンっていう港に行くフェリーに乗るのが普通なんだけど、旅具店たちはここルクパネン店っていう港にね行く船に乗りたいんだけど、かなりマイナーな航路みたいで、ここに行く船があるらしいよって話を一回聞いたっきり、それ以上調べてもね何も情報ない。まあいつも通りだよね。しょうがないから照りつける太陽の下港をいくつも回って聞き込みをして2日がかりでようやく見つけた船とご対面です。そっち行くの？こちらが探していたチプタマンディリ号です。今11時半なんだけど結構もう人が乗ってますけどね、この船出港時間がよくわかんないんだよね。3人に聞いて1時、3時、4時と全員バラバラだったな結局何時なんだろう。女性ばっかりだなと思ってたら、さっき男の人たちがやってきて荷物をね積み始めました。船の床板を開けてね、そこにどんどん入れてる。この麻袋、土の袋の中はスイカとかね、生鮮食品、なんか葉物の野菜とかが入ってました。チプタマンディリ号は週に2便、火曜日と金曜日にルウック、ルクパネン店間を運行してます。さっき船員さんが回ってきて料金を回収してた。日本円で1人600円ぐらい。
降りる人だけじゃなくて荷物を受け取りに来た人もいっぱい。船がね週に2便しかないから町から来る荷物みんな待ってたんじゃないかな。はいはいSelamat sore. 落ち着いた。さてこの宿3食付きです。これからルームツアーをするから1泊いくらか当ててみてね。では行きます。こちら扇風機とベッドだけのシンプルなお部屋。蚊がね常時20匹ぐらいいます。ちなみに蚊帳はピーターさんの私物です。そしてこちら紫と緑のおしゃれな窓でしっかり格子が入っていて防犯はバッチリ。網戸や窓はありません。こちらバストイレ。歯ブラシやら何やら前の人のゴミが残ったままだったけどトイレは洋式の水洗。イエイ。自分でこの黒いたらいから桶を使って水を流すスタイルです。シャワーはなくってたらいと桶でね同じやつで水浴びする感じかな。そしてご飯、家庭料理だけど新鮮な魚とお野菜をふんだんに使ったあったかい手作りのご飯です。朝ごはんにはココナッツのジャムかな、みたいなのが入った菓子パンが出たりトーストと卵だったり。さて1泊いくらだと思う？正解は1泊2人で約1500円。3食食べれて個室で寝れて1人750円の計算です。当たったかな？明日はいよいよパイスポップ湖に行くよ。早起きです。ピーターさんは起きられず一人で向かってます。いやー待ちきれないかったんだよね。タビグ店は朝一の静かな湖を独り占めするつもりです。いやー高まるなドキドキしてます。やばいかも。ご覧の通りです。水の美しさと朝の神秘的な空気。お昼くらいにピーターと戻ってきたんだけど、日の光をたっぷり吸い込んだ湖も宝石みたいに輝いて綺麗だった。言葉にはならないんだけど、五感も心も全部満たされてるような幸せな気持ちです。こういうのがあるから旅がやめられないんだよな。帰り道、パイスポックのすぐ横の泉で村の女の人たちが洗濯をしてました。ありがとう。テリマカシ。ルクパネン店にはもう一つ青いラグーンが存在します。名前はルクバスパネン店。
こっちも行ってみる。これねラグーンだからね、海のすぐそば、でこっちもこっちでね色がすんごいんだよ。すごいね。ほんと夢みたいだね。こっちもこっちでやばいな。パイスポックよりはねずっと小さいんだけど、でもすっごい神秘的なの。このラグーン、いろんな岩の間から水が湧き出してて、地元の方がねお水を汲んでます。このお父さんは船に乗って水汲みに来てるよ。あっち側がねさっき通ってきた海とつながってるんだよね。Mantap. Yes, bagus. Sekarang supernatural. Oh, okay, supernatural. Supernatural, yes. Aku ikan mister. 海水と真水じゃ比重が違うから、潜ってみると水が2層に分かれてるのが分かります。上が真水で、下のちょっとぼんやりしてるのが海水。かなりの勢いで真水が噴き出してて、穏やかに見えるんだけどね、ラグーンの中は結構流れがあるんだよね。このラグーン、夕方に来るとね、朝とは全然違う雰囲気なんです。これが夕方撮った動画。洗濯したり、体洗ったり、子供も大人も村人がたくさん。水汲みしてる人もいるしね。みんな石鹸で体を洗ったらそのまま頭まで水にドボーンって潜って完了ってなってるね。いやー、なんて美しい光景なんだろうか。宿のトイレの横の水浴びよりこっちの方がずっと素敵なので、旅グテもピーターさんも島にいる間はここでみんなと一緒にお風呂に入りました。スラベシはどこへ行っても人が穏やかで楽しいな。おおらかで豊かな彼らの暮らし、自分の目で見て感じられてとても幸せです。ベレン島、本当に何もかもが青かったな。湖だけじゃなくて空も海も本当に青かった。散歩の途中で立ち寄ったちっちゃい船着き場ももう絵に描いたような南の島って感じだったな。これだけ泳ぎたいスポットがいっぱいあったら、この毎日のうだるような暑さもへっちゃらだよね。もっとここにいたいって思ったんだけど、時間はあっという間に過ぎていって、出発の朝6時、ルブック行きのボートに乗るために桟橋に向かいます。宿のおばちゃんがね、出港時間は潮の干満によって毎日違うから早めに港に行きなさいって教えてくれました。で、なるほどと思って、ルブックでルクパネン店行きのボートの出港時間聞いた時にみんなバラバラの時間を教えてくれたんだけど、多分ね、ここの桟橋がそんなに深さがないから、あんまり潮が引いちゃうと入港も出港もできないんだろうね。いやー、なんかいいね。こう決まったタイムスケジュールなんじゃなくて、自然に人間が合わせて暮らすっていう、そういうのがなんか心地いいな。
さて今回の旅はここまで。今回は本当にもう絶景のオンパレードだったね。楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。感想やご意見ありましたら大歓迎です。ぜひコメント残してください。さて次回はスラウェシのモアイに洞窟に散らばる骸骨、一族総出のド派手お葬式などなど、旅具店だから見せられるディープなスラウェシ旅、まだまだ続きます。次回作も期待しててください。お楽しみに。動画最後まで見てくださってありがとうございます。また